こんにちは。今回はマーガレットの花の編み方を紹介します。編み図で説明します。中心は鎖編み4目の輪を作ります。1段目は細編みを6回編んで、2段目は1段目の細編みに2目増やし目をする編み方で、それを6回編み、全部で12目の細編みに増やします。そして3段目で花びらを編みます。この花びらは引き抜き編みで編み始めます。白い糸に取り替えて、細編みの頭に引き抜いて、鎖編み4目を編み、長々編みを同じ細編みのところに編み、次は鎖編み4目を編んで、同じ細編みに引き抜き編みをして1枚の花びらを作ります。次の花びらは隣の細編みに同じように引き抜き編みで始まって鎖編み4目、長々編み、鎖編み4目を編んでまた同じところに引き抜きます。これを繰り返して12枚の花びらをつけます。最初は中心の細編みを2段編みます。最初は鎖編みを4目編んで輪の作り目を作ります。後で糸始末をしますので、この糸は少し長めに取ってそこから鎖編みをしてください。鎖編みはここから4目編みます。鎖編み4目を編んだら、最初の目に引き抜き編みをします。これで小さい輪の作り目ができました。次はこの中に細編みを6回編みます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、輪の中に細編みを6回編みます。1、2、3、4、5、6。細編みを6目編み、最初の細編みに引き抜き編みをします。ここが最初の細編みです。これは立ち上がりの鎖編みですから、その次の細編みの頭がここです。ここに引き抜き編みをして1段目ができました。次は2段目です。2段目は2目の増やし目をしていきます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、同じところに細編みを2回編みます。同じところに2回細編みを編んで、次も隣の細編みに細編みを2回、次も細編みを1目に2目の増やし目で編んでいます。1目に2目の増やし目をして、2段目は細編みを12目に編みます。次も増やし目です。ここで目を数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で、ここが最初の細編みの頭です。最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、もう一度引き抜いて、ここで黄色い糸は切ります。ここでも糸始末を後でしますので、少し長めに糸を取って切ります。これでお花の中心ができました。次は白い花びらをつけます。次は白い糸で花びらを作ります。この糸も最後にとじ針で糸始末をしますので、少し長めに取ってください。
そして長めに取ったところに1回鎖編みの最初の編み目を作ります。次は細編みの中心に糸をつけます。どこでもいいですから糸をかけます。ここに針を入れて白い糸をかけ、一回鎖編みをしてしっかり引いておきます。ここから鎖編み4目を編んで、同じところに長々編みを編みます。長々編みは針に2回糸を巻いて、同じところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて、これが長々編みです。次はここから鎖編みを4目編んで、同じところに引き抜き編みです。同じ細編みの頭に引き抜き編みをして、これが花びら1枚になります。次は隣の細編みに引き抜き編みをしてから花びらを編み始めます。鎖編み4目を編んで、長々編みを同じところに編みます。3回引き抜いて、鎖編み4目を編んで、同じところに引き抜きます。これで2枚の花びらができました。これを繰り返します。次も隣の細編みの頭に引き抜き編みをしてから花びらの鎖編み4目を編んで、長々編みを同じところに編みます。鎖編み4目を編んで、同じところに引き抜き編みをします。そしてここは2段目の終わりに引き抜いたところです。引き抜いたこの目の頭のところです。この引き抜いた目とかぶさっている目は同じ目ですから、引き抜いた目のこちら側にあるここに針を入れて1回引き抜き編みをします。次は鎖編み4目を編んで、長々編みを同じところに編み、鎖編み4目を編んで、同じところに引き抜き編みをします。これを繰り返します。次も隣の細編みの頭に引き抜き編みをしてから鎖編み4目を編んで、長々編みを同じところに編み入れ、鎖編み4目を編んで、次のところは同じ細編みの頭に引き抜き編みです。これを繰り返して、あと7枚の花びらを作ります。ここまで同じ花びらを編みます。11枚の花びらを作りました。最後の12枚目の花びらです。最後に編むところは、最初に白い糸を入れたところがここですから、この最後に一目残っている細編みのところです。この細編みのところに最後の花びらを編みます。細編みの頭に針を入れ、最初に引き抜き編みをしてから鎖編み4目を編んで、
長々編みを同じところに編みます。鎖編み4目を編んで、同じところに引き抜き編みをします。これで花びらが12枚できました。最後は最初の糸を変えた細編みの頭に引き抜いて、糸を長めに取ってここで切ります。あとは糸始末をしていきます。とじ針に糸を通して2枚、最後に引き抜いたこの糸は、この引き抜いたところから後ろに針を入れて引くと綺麗になります。次は後ろの目立たないところを通して糸始末をしていきます。最初は一目だけ軽く入れて、ここに輪を作ると安心かもしれません。それから目立たないところを通していきます。そして次はこの編み始めの糸です。この編み始めの糸はこのまま後ろの目立たないところを通していきます。この2本の糸は鎖編みを編んだ糸、そして最後に引き抜いた糸です。この糸も後ろの目立たないところへ全部通していきます。最後に編み終えた糸は少し引いて目の緩みがないか確かめてから、後ろの目立たない細編みの足のところを通していくと綺麗にいくと思います。で、鎖編み4目を編んだ最初の糸です。この糸も後ろの目立たない細編みの足を通していくと目立たないと思います。これで糸始末はできました。このお花の単体だけで使うのでしたら、ここで糸を切ってしまっても大丈夫です。また何かにつけるのでしたら、このまま糸を残して、後のブローチにするなり、コサージュにするなり、次に利用するときは、この糸はこのまま残しておいてください。そして、花びらを外側に引いて形を整えてください。指で持ち上げながら、花びらを1枚ずつきれいに整えてあげてください。この花びらは少し乱れがある方が自然な感じがして、とても可愛いです。たくさんのお花を作って楽しんでください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。